どうも、天田四郎です。Adobe Premiere Elements 2021簡単動画編集。今回はですね、対応する推奨グラフィックカードの種類が増えたみたいなので、それをちょっと紹介したいと思います。Premiere Elements 2021が発売された当初に、ホームページに載っていた推奨する対応グラフィックボードの種類がですね、今回、どのくらい前かちょっとわからないんですが、ホームページに行って見てみたらですね、種類が増えていたので、それを紹介していきたいと思います。2021発売当初の対応する推奨グラフィックボードはこちらになります。そしてこちらが現在ホームページに載っている対応する推奨グラフィックボードの種類になります。ここから新しく加わったグラフィックボードは赤い矢印が示しているところのインテル R の Iris Xe グラフィックスというものと、NVIDIA の GeForce RTX 2060スーパーから、1、2、3、4、5、6個ですか。新しいやつが加わったみたいですね。私がですね、使っている、NVIDIA の GeForce DTX 1660スーパーっていうのがですね、入っていなくてですね、どういうことなんですかね。これが入ってないと対応しないんですね。次期対応してくれるんでしょうか。ちょっとね、期待しているところなんですが、あとですね、MacOS の方はほとんど、比較したところ変わりなくですね、全く増えていません。私が買った M1Mac も対応してくれればと思っているところなんですが、まあこれはちょっと対応しないような感じですね。GForce もまだまだ他にあるのに対応してないっていうのがちょっと、げせないところですね。まあこれはまあ対応したところで書き出し速度にはあまり影響しないのでですね、まあどうでもいいんですが、まあ使用する際ですね、円滑に動くとかそういうことになるんでしょうけども、まあ早いところですね、動画書き出しにこのグラフィックボードをね、外付けっていうか、インテル以外でですね、使えるようにしてもらいたいところなんですがね。おそらく Adobe さんはですね、新しいプレミアエレメンツの2020まで動画の書き出しにですね、グラフィックボード、外付けのグラフィックボード対応は、しないんじゃないかと思いますので、5を煮やしてですね、前の動画にもちょっと触れているんですが、Ryzen 5の 5600X という新しい CPU をですね、買っちゃいました。そしてですね、この Ryzen 5の 5600X、やっぱり早いですね。書き出しもかなり早くなりまして、動画編集にもですね、まあちょっとそこまでは、動画編集の動きについてはそこまであまり体感してないんですが、書き出しはやはり早くなっていますね。もう、これはちょっとプレミアエレメント使っていく上でですね、動画の書き出しはやっぱり CPU エンコードだけなので、CPU を良くしないと早くならないということでですね、また散財して、女房に怒られちゃいました。しばらくネタ切れで動画の更新をサボっていたんですが、今回は小ネタでちょっと、作ってみました。以上、へっぽこ親父、天田四郎でした。ヘッポコ動画でもよかったらチャンネル登録よろしくね。それからついでにグッドボタンもよろしく。